今や世界中にファンが広がり、人気絶頂の BTS。2022年はグループ活動を少し控え、個人活動を精力的に行っている BTS メンバーたちですが、それぞれ海外アーティストと楽曲をリリースするなど、個人活動もワールドワイドな彼ら。ライブや PV などでも完璧な姿を見せてくれていますよね。一糸乱れぬ7人のダンス。ボーカルライン4人の透き通る歌声。ラップライン3人のかっこよすぎるラップ。すべてが完璧とも言えるパフォーマンスはファンを魅了しています。しかし、そんな完璧な彼らにも、実は完璧じゃない一面があることを知ってますか？バラエティ番組やファンとのコミュニティでのリラックスした場面では、個性が炸裂。おとぼけ発言や、うっかり、おっちょこちょいな姿を見せてくれています。かっこよくて、素敵な彼らの、可愛らしいギャップを知ったら、また、一段と虜になってしまうに違いありません。完璧な BTS のポンコツエピソード。7人のポンコツなエピソードを、一人一人紹介します。ジン。BTS の最年長、ジンの魅力は、なんといっても、WWH ワールドワイドハンサムと言われるイケメンなお顔。歌声は美しいハイトーンが魅力です。素顔は弟たちにちょっかいを出したりからかったりしながらも面倒見のいい兄貴です。弟たちにご飯を作ってあげることもある料理好きの彼は Vlog をコンセプトにした企画 BTS Vlog でシェフに料理を習います。綿ボシャというエビのすり身をパンで挟んで揚げた韓国の料理を作ることに。シェフはジンと仲のいいお友達ですが、韓国で有名な料理人で、彼を前にして緊張した面持ちのジン。一つ一つの工程を丁寧に教わりながら調理します。そして綿ボシャをいよいよ油で揚げる工程に差し掛かると、突然シェフが熱々の油に指を突っ込み温度チェックをします。手を入れたんですか？と驚いたジンは、僕も入れてみましょうか？と、熱い油に指をちょんとつけ、180度。熱い。と叫びます。大丈夫かな？と心配しながらも、お茶目なジンに笑っちゃいます。さらに、心を込めて作った BTS ロゴの綿ボシャは揚げすぎて焦げてしまい、包丁で焦げをこそげ取る羽目に。弟たちの前では魚をさばいたりと、手早く料理を披露するジンも、たまには可愛い失敗をしちゃうことがあるんですね。シュガ。BTS のラップラインで、楽曲も手掛けるプロデューサーでもあるシュガ。ソロ活動アダスト D でのオラオラなラップやクールな見た目、落ち着いた印象の彼がメンバーと一緒にいる時に時々見せるキュートな笑顔はそれだけでギャップに惚れます。シュガファンの間で有名なエピソードが2017年デビュー4周年をファンと祝うホームパーティーです。ジンが自身のソロ曲アウェイクをピアノ演奏しています。ジンがそのまま歌い始めそうな雰囲気の中、登場したのがシュガ。シュガはアウェイクを熱唱し始めます。しかし、普段ラップを担当している上に、低音が持ち味のシュガ。熱く歌っているのに高音が出ません。高音部分はうまくごまかして観客に振ってみたりします。最後まで完璧に歌い切った風を演じたシュガなのでした。同時にジンが真剣にピアノを演奏しているのもツボですね。普段は全てにおいて完璧すぎるシュガですが、こんなポンコツな一面もあるんだなぁと微笑ましく見てしまうこと間違いありません。バラエティ番組では笑いに徹してくれるところもファンにはたまらないギャップですね。J-HOPE。泣く子も黙るダンスの天才。ダンス指導が厳しいとメンバーたちに言われるほど、ライブ前などには真剣に取り組む姿勢がプロですよね。
かっこいいラップとキレキレのダンスの反面、BTS のムードメーカーで明るい笑顔と笑い声に思わず、こちらも元気になってしまう存在の J-HOPE。弟たちを可愛がる優しいお兄さんですが、そんな彼にもポンコツな姿が。ラン BTS EP51 では、遊園地ロッテワールドで絶叫マシンに乗りながらクイズに答えるというミッションに挑戦します。ラップライン3人のチームは柴犬の被り物をして挑みます。それだけでもギャップが可愛い。RM が出すクイズを聞き取ってシュガと J-HOPE が答えるのですが、それが絶叫マシンに乗りながらなんて怖くてそれどころじゃない。キャーと絶叫しまくりで大騒ぎの J-HOPE。二人の隣でジョングクとテテが余裕の表情で楽しそうにしていて、兄貴たちと弟たちの温度差がすごい。ついにログアウトしてしまう J-HOPE の姿がポンコツで可愛いですよ。また EP24 では7人がゾンビの館でミッションを遂行するのですが、リアルなゾンビにここでも J-HOPE は絶叫大騒ぎ。本当に怖いものが苦手なんですね。ビビりな姿が可愛い J-HOPE が満載です。RM。頼れる BTS のリーダー。英語も華麗に操り、頭脳明晰。BTS の多くの楽曲に携わる RM。国連での素晴らしいスピーチを覚えていますよね。RM の作る楽曲、スピーチやコメントなど、彼が紡ぎ出す言葉には、心動かされるものがあります。優しくおおらかで繊細な人柄がよく現れていて、でも、その反面、ライブで見せるかっこいい姿のギャップにドキッとしてしまいます。完璧すぎる RM のポンコツネタといえば、ファンの間で破壊神と呼ばれるポンコツキャラですが、可愛いすぎるエピソードはこちら。自身の誕生日にブライブで生配信した時のこと。ケーキにろうそくを刺し火をつけようとしますが、カメラのアングルが気に入らず、ファンからよく見えるソファの肘掛けにケーキを配置。見ている側は、そこに置くの？ケーキ落ちないかな？とハラハラしてしまいます。火をつけると、ケーキを手に持ち、バースデーソングを流した RM。回転する椅子に座って、嬉しそうにくるくると回った次の瞬間、ろうそくの火がすべて消えてしまいました。唖然とした表情でしばらく固まる RM。期待を裏切らないポンコツぶりです。その後何事もなかったように笑顔に戻っていましたね。ジミン。しなやかで美しく、時には力強いダンスと、高音で特徴的な歌声。人懐っこい笑顔で誰もを魅了するジミン。釜山芸術高等学校の舞踏科へ首席で入学し、現代舞踊を学んだダンスの実力者です。BTS のシングル曲、ブラック・スワン MV のジミンのダンスは、息を飲む美しさですよね。そんな完璧なジミンの可愛いポンコツなネタがこちら。インザスープの中でのシーン。休暇を過ごす地へ到着した7人。各自荷物の入ったスーツケースを車から下ろし始めます。ジミンも同じく荷下ろししようとしたその時、自分のスーツケースがないことに気がつきます。スーツケースを積んでないと焦る表情のジミン。他のメンバーも心配そうに声をかけ、ジョングクも服は多めに持ってきてるよ、と優しい言葉。ジミンは慌ててマネージャーさんに電話します。忘れ物をしちゃうジミンに親近感が湧きますね。スーツケースはマネージャーさんが持ってきていたおかげで、無事ジミンの手元へ届きました。笑顔が戻り、嬉しそうにスーツケースを受け取ります。足取りも軽くスーツケースを運ぶジミンの姿が可愛すぎました。インザスープでは、寝起きの悪いジミンもたくさん見られます。朝が弱いジミンが可愛らしいですよ。てて、端正でクールな顔立ちなのに、ダンスも低音ボイスな歌声も完璧で、プライベートのファッションもおしゃれ。
そしてちょっと不思議な言動やお茶目な表情にギャップ萌えしてしまうテテ。俳優としても活躍しており、韓国のドラマ「ファラン」に出演し、可愛い魅力が炸裂しています。そのファランの出演者インタビューの場で、テテが放った一言が面白いんです。共演者のミンホさんとドジハンさんの話題に触れて、ミンホさんの本当の妹さんがジハンさんのお婿さんになりたいって言っていました。と、テテ。お婿さん？そのテテの言葉に対し、共演者たちのツッコミが炸裂。いや、それを言うなら、妹だからお婿さんじゃなくてお嫁さんだよ。と言われてしまいます。相変わらずなポンコツぶり。飾り気のない天然なテテは健在ですね。ジョングク。ベビーフェイスな末っ子なのに、キレキレダンスと安定感のある歌声。バラエティ番組では、物おじせず何でもこなしてしまう完璧男子で、まさに黄金マンネと呼ばれるに値するジョングク。この人こそ、ポンコツな一面なんてなさそうなんだけど、ファンとのコミュニティでもある V ライブ2021年3月7日の生配信中のことです。ちょっとトイレ行ってきます。と突然宣言。コーヒー飲んできたんですよ。席を立ってしばらく画面から姿を消してしまいます。そうか、そりゃトイレ行きたくなるよね。人間なんだから。で、いやいや、世界のジョングクが嘘、ファンを置いていっちゃうのと、見ていたファンは突然の出来事に戸惑ったことでしょう。でも、同時に本人不在の不思議な時間を楽しんだのではないでしょうか。その後何事もなかった様子で戻ってきたジョングク。ファンがすっきりしたとコメントすると、すっきりしましたとのこと。アイドルなのに飾らない人柄に親近感が湧きますね。無邪気な可愛さがたまりません。まとめ。ビジュアルも楽曲もかっこよくて素敵な BTS だけど、ポンコツな一面もあるメンバーたち。そんな人間らしい姿を惜しげもなくいろいろなコンテンツで見せてくれていますね。世界で活躍する今も変わらずファンを大切に思い、完璧さと親しみやすさのギャップを見せてくれる。それが私たちを BTS の沼にはまらせる理由なのかもしれませんね。